RC 東郷。こんにちは。こんにちは。ドスログです。ゆきわこそきょうです。はい、うっきょうさん。はい、うっきゅうさん、東郷です。とんちんかんしんうっきゅうさん。はい、今日ね、間もなく発売の UK ワークスの社運をかけたね。社運はかかってる。社運はかかってない。RDX の UK ワークスコンバージョンの方がついに完成したということで、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。いろいろな大会でちょっと使ってるんですけど。右京さん、今ね、そのサポートドライバーとかも特になしでこれだけ頑張っておられるんで、僕はすごいなと思って。自分と契約してるドライバー。えあ、知ってます？え人間って鏡を見すぎると頭がおかしくなるって。本当ですか？いや、本当です。玄関に鏡が置いてあったりとか、はい、まあ洗面台にあったりとかって、もちろん身だしなみを見るっていうところで大切ではあるんですけども、はい、見すぎは本当にダメらしいです。頭がだんだん狂っていく。なんで狂うんですか？なんでかちょっとよくわかんないんですけども、これ心理学上証明されてることなんですよ。知らなかった。なんでそんなこと知ってる？たまたまマジックミラー号っていうのがあってそれミラーがいっぱいあるとどうなるのかな。どうなるのかなみたいな。まあでも全面囲まれるとね、やっぱりあまりいい気持ちはないですよね。確かによっぽどのナルシストじゃないとね。はい、右京さんね、今日はアルマーニのスーツで来られたんですけど。いや、違います。あ、いや、青木のスーツです。早速なんですけれども、こちらになります。じゃじゃん。こういう風に。あ、すごい忍者屋敷みたいだこれ。見て。回してもそう、向き変わんない。向きが変わんないっていうんですよ。できました。RDX のマルティメットコンバージョンキット。パッケージもね、すごい綺麗な赤が。そうですね。やっぱりレブ D さんの赤が。あ、レブ D って赤なんだ。それにちなんで。あ、それに合わせて。そう。UK ワークスのカラーっていうのは紫です。あ、紫なの？これ。それ紫じゃないよ。これ紫じゃないですか。でね、こちらの方を早速ね、ごく普通の RDX の方にちょっと組んでいきたいと思いますね。はい。組み方もこれいろいろできるんで、はい。何パターンかこう試して速攻してっていうのを今日。なるほど、そちらのね、はい、説明の方とかもね、はい、こういう風に組むんだよっていうはい、ところですよね。はい、をいろいろやっていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。店長の愛車、ザ・ノーマルウォース。ザ・ノーマル。バネだよ。高級なやつ。バーネ高級なの入ってますね。これ多いですね。これね、めちゃくちゃいいね。やっぱそうですか。めちゃくちゃいい。気になってるんですよ。下なんていう圧倒的に軽いしね、これ。じゃあこいつにうちのシャーシをちょっと組んでいきます。よいしょ。パーツ構成なんですけど、このシャーシの特徴として、サイドフレーム構造っていうのを採用してるんですけど、ここに棒が4本入ってます。でこれがサイドフレームになるんですけど、2mm 厚のが2枚と 1mm 厚のが2枚入ってます。どういうふうに使うかっていうと、単純にここで分かりやすく乗せちゃうとこんな感じで真ん中はドーンと穴が開いてる。そうです。もう何もない感じです。でこの板を薄を変えることで標準推奨 2mm なんですけど、はい、例えばこっちの 1mm にすると 1mm なんですごいねじれが一番ねじれるシャーシに組みたい人はこれをベースに組んでもらって、X プレートっていうのがここにつくんですけど、このねじれ自体の強さの微調整をここの X プレートのネジ4本と全くこれをつけない、つけないのもできる。できますね。段階的にはだからつけない状態とつけた状態と上を固定した状態、下を固定した状態で下だけ固定した状態とか、この上と下は前を硬くするか後ろを硬くするか、好みのしなりにできるシャーシっていうのが最大の工夫になってます。なるほど。はい、このメインのそのフレームの前後の部分はこれ何ミリなんですか？これは 2mm 厚ですね。これ今 RDX になってるんですけど、例えばフロントだけね GRK がフロント周りがつく板とかいうのを出したら、前が GRK リアが RDX とか、逆もリアも、GRK のメガが乗る板を出しちゃえばミックスのができちゃったりという夢も膨らむシャーシなんですけど、ユニバーサルコンボですね。いや、どこまでやるかどうかはちょっと未定ですけどね。需要があればやりますけど。とりあえずまずこれの売り金かかってるというところですね。そうですね。サイドフレームもさっき言った 1mm、2mm の他にこう重ねて 3mm で、僕が今使ってるモデファイ RDX マスターズでもモデファイドクラスで使うやつはもう 3mm 厚でもうガチガチで使ってます。2mm と 1mm。
はい、クイックな動きだとやっぱりシャシが固める方向かな。あ、そうですね。しかもやっぱり硬い方がトラクションが出るんで、ただ動きはシビアになっていくんで、その辺のシビアさとの加減は、実はネジのつける個数とかでも実は細かいしなり調整できるようになってるんで、細かく調整できるようになる。まあ本当に初心者の方からエキスパートの方まで、はい、いろいろ楽しめる感じになってるんじゃないのかなというふうに思いますよね。とりあえず、2ミリ圧で組んでいきましょうか。でこの後1ミリ圧と3ミリ圧で組み替えて、ちょっと違いを店長に分かるかマニュアルがついてて、これシャーシの長さとかも変えれるんですけど、ちょっと分かりやすく動画でどういうふうにやるのかちょっと解説します。マニュアルはね、ご購入された方はよく読んでください。これをばらしていかないといけないです。はい。タイヤついたままでもいけますね。じゃあフロントセクションシャーシから切り離すだけなんで。あ、ちょっと僕の秘密を見られちゃいましたね。なんすかこれなんかついてますよこれ。イーグルのサーボマウントじゃないですか全然合成が変わるんですよ。こことここをつないでる。あ、これできるな。僕のシャーシで、フロント強くなりますよね、これはアイディアだよ。サスピンもね、HRC のスルスルのサスピンが入ってるんですよ。マジですか？マジ。これはね、かなり違った。初期が全然違うね。あ、すごい、それでも取れちゃう。そうそう、これで。これ組み替えるの注文できますよ。ちょっとフロントだけこういう感じで取れちゃうんですよね。あれこれもしかして思ったよりも早く組めちゃう？早く組めます。だよね。1時間もかかんないんじゃないですか。だよね。さすが UK ワークス。いや、これはね、レブジさんの設計がいいんですよ。RDX の設計が。今隣に松早も帰ってきました。松早いの上で松早さん。店長の嬉しそうな顔が腹が立つ。店長喜んでるだけ大体ろくでもない。ろくでもない。バッテリー上げてんだ。普通上じゃないですか。RC926 真鍮めちゃくちゃいいですよ。僕そうつけさせてもらって全然変わりました。重さ 120g あるんですけど、重さよりもここの剛性が高くなることによるリアの動きがめっちゃしっかりするようになる。細かく動かせるようになります。動きの解像度が上がるっていう表現なんで、これウェイトだけじゃなくて、本来の目的は剛性のアップで、ついでに重くなるからトラクションも上がるし、リアも安定するし。さすが星宮さん。すごいですよね。説明もうまいね。右京さんにはかなわないね。いや僕何の説明もしてないですけど星宮さんはすごく分かりやすく審査してくれるんで。右京さんも UK カップやれじゃん。UK まだそんな領域じゃないんで、東郷さんでねやりたいですよね。あ、そうか、これすごいな、ここつなげてあるからバラバラにならないんだ。これガスマウントだとしても。さすがレブジーさん。これに右京さんのなんだっけ、アルティメットリア充がつきます。使ってますよ。ヒゲ男爵はノーマルのシャーシにはつかないんですけど、僕のこのコンバにすれば普通の YD 系のバンパーつくようになるんで、ヒゲ男爵公爵両方切り回したら全部ちょりちょりですね。知ってます？こういう時ってチャンスなんですよ。セッティングがちゃんと出てる車ってこういう路面でもちゃんと走るんですよ。これで走らない車っていうのはセッティングがバランス全然取れてる。じゃあ僕のマシンダメじゃないですか。そうですだから東郷さんサーキットがいいところって、アスファルトなのに結構ちょりんちょりんで、なんで他のサーキットで出ない嫌な動きが出るんですよ。なんで僕ってここにちょくちょく来ていろいろ確認するのもうここでしか毎週来てくださいよ。最近なんか来てくれないじゃないですか。コンペ忙しくて練習とかコンパが忙しい。コンパじゃない三浦さんと一緒にアルティメットコンビで行きます。行きましょう。行きましょう。すごいですね。やっぱほらバラバラにならないんですよ。ちょっとだけちょっとね、刺す。 A パーツ。刺すとガンダムみたいですね。そうですね。ここコアファイターがちょっとメカを。右京さんのこのもうね、シャーシーバラバラになりました。リアがね、遠いになった方が。遠いになると、要は後ろの動きが安定する。つきました。うわ、早いね。このシャーシの1個特徴として、ノーマルのシャーシってですね、こういうふうにサスマウントをつけるとですね、ここのリアの前側のサスマウント、これがあって反転で取り付けできないんですよ。これが邪魔なんで。で、うちのシャーシはちゃんとそこは邪魔しないように、サスマウントを反転して、これノーマルの反転して使えないんですけど、
まあレブ D さんとか横もああそうだよね。やつを使えば反転で反転できるロールセンターを下げれる。下げる。すごいじゃないですか。いやいやいや、今時普通です。いやー、思いつかないですよ。思いつかない。めっちゃバカにしてますね。僕たち算数ができないんで、1たす5が8っていう人ですけど、もう右京さんについていくしかないんです。まだこれ40分ぐらいしか経ってないよ。僕ちょっとゆっくりやっちゃってるんで、喋りながらやってるんで、あ、そっか。手が遅くなっちゃって。意外に僕悪いんじゃないですか。誰もそんなこと言ってないじゃないですか。スキット入れといた方がいいです。いやーけどね、この2ミリのスキットあると全然いいんですよね。できました。あ、すごい早い。はい、こんな感じでね、もうね板をつなげるだけで完成なんです。この後ろの意味で第8車っていうね。そうですね。これあれやけど、ここにお客さんが座っていますよね、京都とか。浅草にもいます。あ、浅草にもいます。はい、まず2ミリですね。まずまあこの写真の付け方として、まあこういうふうに前後ろをつけた後にサイドフレームをつけるんですけど、サイドフレームはまず後ろ。これ前の方は何でかっていうと、このシャーシってこんな感じで穴がいっぱいあるんですけど、この穴の位置で前後10ミリで5ミリ単位でコイルベースが変えれる。そう。まずは調整機能ない後ろから、まあ、つける場所はもう決まってるんで、後ろからつけていきます。でもこれは画期的だよね、本当に。じゃあ付属のネジで、マジです。いや、まあで、まあまあこことここはそうね。普通にこういうナットで、はい、まあこんな感じでサイドフレームを1箇所で取り付けた後にフロントと結合させるんですけど、はい。この時にですね、チャーシの長さです、はいまあこんな感じなんですけど、うん。ここの5個の穴はい。が一番下の穴のどこにつくかで長さが変わります。5個なんで、まあ、真ん中が基準のはい。チャーシの長さ、まあ、5ミリ単位で前後一寸通常はなんで、まあ、ちょっと標準の長さで組みます、はい。僕は5ミリ短縮で使ってます。そっちの方がいいの。まあやっぱり動きがクイックになるんで、あ、右京さんだいぶできたね。だいぶでこんな感じでね。こんな感じ。隙間が開けたとこね、ここからハムスターが出てき違いますよ。これティッシュペーパー置くとティッシュこうシュッシュってで、まあこれリアのサイドブレースか出るんですけど、はい、腹を入れます。チャーシブレースなんですけど、2ミリのサイドフレームを、まあ、2ミリで使うときは、まあこの間にスペーサーを入れるんですけど、はい。このスペーサーを5ミリを使用してくださいということで、はい感じで、それも付属してあるんで、結構楽しめるね、いろいちょっとパターンがありすぎろ。これて、さ、新パターン。高級車に乗った。店長の車が爆速になりますよ。とりあえずですね、こんな感じでネジを、はい。まあ、4箇所ですね、うん。まあ、つけるんですけど、はい、ここね、横から見るとここですね。はいはい。まあこの時点ではね、ちょっと本締めはしてません。うん。やっぱり多少ずれるんで、最後にちゃんと締めるっていう、まっすぐ。これアッパーデッキがつくと大体まっすぐにつくんで、まあ、最後にこのアッパーデッキをうん。つけるっていう感じですね。で、アッパーデッキもまあこう5つ穴が開いてて、うん。ここにこの9ミリの腹を乗せて、その上にアッパーデッキが乗るって感じです。穴が5個開いてて、まあ、これはチャーシの長さによってに合わせてるよね。はいはい、使う穴が変わりますよっていう。アッパーデッキは、まあ、最初から開いてる穴があるんで、ここにさつきました。あ。はーい。こんな感じですね。なるほど。かっこいいね、やっぱり。はい。で、サーボがこれ吊り下げ式になるんで、うんサーボホーンを付け替えたりしないといけないんですけど、はいこれね、実は普通こういう風につくじゃないですか。そうじゃないですか。はい。本来だったらこのサーボホーンを反転させて吊り下げるあれが入ってるんで、はい。これ吊り下げ式なんで本当はここを反転させてこはいっち側からつけるんですけど、はい。実はね、このまま吊り下げちゃえばこのサーボホーンの長さそのままでサーボがちょっと後ろにつけれるんで、へえ。まあ、このシャーシはここスリットになってるんで好きな位置にサーボあ、なるほど。こういう風にスリットになってるんではーい。好きな位置につけれます。ここまでこれもこのシャーシの特徴の一つです。次はですね、
サーボまあサーボの位置がね自由自在なんで自由自在につけれるんですけど、ちょっとこの車はねここのねロッドがノーマルの調整できないやつなんで、本来はこっち向きにぶら下げるんですけど、ちょっと裏技でこっち向きに反転させるとサーボの位置がちょっと後ろにできますよ。ファンは方向間違えると壊れるやつあるんで、めちゃめちゃ軽量ですよこれ。電源を入れましてセンターをちょっと前さちょっと前サーブセンターだけが楽なんですよこれ。もうこの位置でサーボの位置でここのロッド長さを変えるんじゃなくて、これめっちゃいいじゃん。今アップしたんで、これで、まあ、普通だったらここのロッドの長さを調整するんですけど、このサーボ自体が動くんでこれだけでセンターだけができます。これめっちゃいいじゃん。楽ちんです、ちょっとずれたらここでこれはいい。完成。こんなちょっと線ビローンってなっちゃう。走ってみますか。2ミリの板ね、できました。とりあえずじゃあ行きましょう。はい、うわ、結構硬いです。これちょっといや今見て分かった。これでこんな硬いんだ。この X プレート効いてんのかなやっぱり。エクスプレートをまだ真ん中の固定だけしかね。使ってないんで、なんか動きがシャープになったよ。なんかすげえシャープなんだけど動きが。今までの自分のマシンじゃないんだよ全く。いやーいいね。いいじゃないですか。まあでもはい、ありがとうございます。はい。そう僕も最初の状態でさっき乗ってたんで違いがよく分かったんですけどちょっとびっくりしました。そんな変わる。繊細な動きがね、微妙なコントロールがね、そうやりやすくなった。そう圧倒的に。これはね、こんなに変わるのって感じぐらい変わったね。僕も自分で今びっくりしましたずーっとこうねつけた状態でテストしてるんで、そうノーマルから付け替えてこんだけ変わるんだっていうのがね。これつけるの忘れてましたね。これなくてもあんな走るのさっきカナード付きよりも安定してたんでびっくりした。ディフューザーはもうすごい効果あるんで、なんだろう、もっさり感が消えたね。全然なくなりました、うんあ、これねちょっといいですか。はい。ポイントが板の厚さ変えるときははい片方ずつやると楽です。一方はつけたままで、ああ、そういうことね。そう片方ずつやる。両方とちょっとバラバラになっちゃう。そうレールのある人生じゃなくて、それはドンブロジはあるけど、やれだぜ。ジョジョですできた。うわすげえ、めっちゃしなるめっちゃしなる。サイドフレームがね、1ミリになってます。フレックス、横方向のねじれがね、増えたと思いますのでね。走りがどうなるかというのをちょっとね、見ていきたいと思います。1でも全然いい気がする。
はい1ミリ乗りますはいどうですか。そうマイルドになります。そうそう1ミリはすげえ乗りやすいね。びっくりしたのが最初すげえやりにくい車だったのにシャーシ変えただけでめっちゃやりやすくなった。最後にプレートをこれ2ミリと1ミリを重ねて、はい、3ミリとして、はい、使います、またねこれオプションで例えばこれ、まあ、1ミリと2ミリ重ねてますけど、純粋に3ミリやつってまた合成が上がると思うんですよ。なんでそういうのも、まあ、需要があるんだったら出していこうかなとは思ってます。ちょっとそれはもうちょっとこれがたいカチ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 の右京さん僕のどこですか写真ですよ写真がひどい誘うだけ誘っといてこうなってる。じゃあ3ミリ圧いきましょう。はいやっぱさっきと比べて全然動きがキビキビしたのでバキバキじゃん。バキバキですね、だいぶ上がりました。だいぶおおなんて言ったらいいのかな、シャーシが硬いんで、狙いやすいそう狙いやすいです。これですね実はまあ X プレート、ここ以外にも実は、今こことここ、フロントが2点リア2点で止まってるんですけど、この間とか使えるんですよ。はいここの間とかこれをさらにネジを追加するともっと硬くなります。今僕が使ってるモディファイ用の RDX はフロントはもう1個入れてますね。このやつなんですけど、僕は 5mm 短く使ってて、ここ2本1本余分につけて、ここは抜いてます。でリアも2本止めれるんですけど、止めずにここもやったんですけど、やっぱり硬くなりすぎてグリップがトラクションがなくなってくる感じ、受けちゃう感じになっちゃうんで、まあ、ある程度ここの後ろのしなりは必要。フロントは硬くすればするほどフロントの接地感というか応答が強くなってくるんで、フロントはなるべく固めた方がいいですね。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい。まあ一通り試して、まあ、走りとかも、まあテントにも走ってもらったんですけど、全然変わりますね。全然変わる変わるというか、まあキャラクターが変わるというか、でもこれ1ミリ、2ミリ、3ミリ厚さを変えることによっても全然パフォーマンスっていうか
乗り味が変わるので、そうですまあ、初心者から上級者までそうですねが楽しめるマシンではあるのかなっていうところですよね。硬くしていくとやっぱりセッティングがシビアになってくんで、うんそこを足がちゃんと切れる人は、うんもうボディは 3mm で硬くして使った方が、そう、初心者さんとかマリア足回りがよくわかんないよっていう人は 1mm 圧でシナリオを作った方がマイルドに動いてすごくそうだよね運転しやすい。あとまあ極端に滑る路面とかねそう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 は1ミリとかね、そっちの方がいいのかなっていうのは感じましたね。で 2mm はその中間っていう感じで、うんまあ一応推奨は 2mm、まあスタンダードで使うのが 2mm 推奨、で僕みたいにコンペでバキンバキン使う人は、右京さんみたいに活躍したい人は3ミリにするわけですね。そうそんな活躍できてないですけど結果も微妙なんですけど上の方にいるじゃないですか、いいや微妙に上の方つもこのサーボのね、このシステムは結構すごくいいなと思った。微調整がここでチュチュってできちゃうっていうのは、やっぱり軽さがありますね。だから結局こういう樹脂っていうのは意外と重いんですよね。これと比べたら全然軽いと思う。皆さんぜひご購入いただけると、ぜひとも皆さんこの非常にいいシャージだと思うのでよろしくお願いいはい、たします。よろしくお願いします。これが売れると右京さんの飼ってるペットにもね、犬にも美味しいご飯がちょっと食べさせてあげれると思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございましたではさようなら。はい。